今回は東宝プロジェクト原作の二次創作アンチ設定5選を解説していきますよ。いやー、二次創作解説者としてはなんだか身構えてしまうタイトルだな。東宝プロジェクト原作と二次創作の違いを見せつけてやりますよ。原作詳しいマウントかますな。また東宝プロジェクト最新作10億円の霊夢の異変にも注目です。では授業開始ですよ。それではまずはじめに紹介する、二次創作アンチ設定は、いざよい昨夜の性格は全くクールビューティーではないです。いきなりとんでもないアンチ設定だな。というかいざよい昨夜原作でもクールビューティーじゃなかったの？昨夜は2つ名の通り完全で勝者なんて言われますが、全くそんなことはございません。言い切っちゃうね。それは一体どういうことなんだよ。まずいざよい昨夜というと、コウマ館の主人であるレミリア・スカーレットの従者ですよね。コウマ館で唯一の人間ながら大体のことを取り仕切っているメイド長だよね。この設定からもめちゃくちゃすごい感じがするんだけどな。また基本的にコウマ館で働き始める以前の彼女の姿を見たことがある者はいない。さらに、コウマ館に訪れる里の人間に対しても冷たく、常に妖怪の味方という設定からもミステリアス感あるキャラなイメージがありますよね。人里の人間にも冷たいだなんてクールビューティーにふさわしいじゃないか。さらに彼女のクールビューティーなイメージがある要素としてはナイフとフォーク。それはトリコでしょうが。ナイフさばきが得意で時間を操る程度の能力という、誰もが憧れるようなかっこいい要素を持っていることでしょう。しかし、本来の彼女の姿は全然完全で勝者ではない。さすがに今回はそんなことないでしょ。そもそも彼女の基本的な性格は天然でお茶目な部分がちらほらあるんですよ。まずは東方鬼神城のセリフを見てみると、三面ボスの今泉影郎との戦闘勝利後、なんと狼男でしたか。いや狼女です。といったようにこんなにも女の子らしい影郎を狼男と見間違えるセリフが。いや天然にも程があるでしょ。ちなみに、マリサのセリフだとちゃんと狼女だと言い当てているセリフがありますね。もしも分かっていて、狼男と言ったとしてもかなりひょうきん者な性格だとわかりますね。東方二次創作と点で違うじゃないか。そもそも昨夜が東方鬼神城の異変の元凶に行った理由は皆さん知っていますか？それはもう、二次創作的な立場から言うと、レミリアお嬢様率いるコウマ館組という組織を守るためにこっそり、レジスタンスを倒しに行ったみたいな、お嬢様思う、従者らしい泣ける感じの理由だろ。なるほど。それでは昨夜が異変の元凶のところへ行ったその理由を見てみましょう。神妙丸、我々小人の一族はその身体的特徴から、どうしても力は弱かった。味方する者もほとんどいない。利用するだけしてあとはポイった。そんな私にわざわざ会いに来るなんて。昨夜、盛り上がっているところ申し訳ございません。私がここに来たのは成り行きです。そうよね、道具に導かれてきたのよね。さあ私と一緒に世界をひっくり返しましょ。やはり天の弱レジスタンスの仲間なのね。あなたも、私は勢力者の下にいる。残念ながら私は反落者に組みするつもりはない。ではなぜその剣に導かれるままにここにやってきたの？それは、なんとなく妖怪を切ってみたかっただけで。ということで、ただ単に揚力を持ったシルバーブレードの試し切りをしたかったために異変の元凶にたどり着いたんですよ。たったそんだけ？さらに完璧で勝者という二つ名があることから、二次創作では一切の隙のない家事をする昨夜が見られますが、結構メイドとしてはミスも多い。いや、昨夜さんといえば、時を止めて完璧に掃除とか料理とかやってるでしょ。例えば、東方暴月賞にてロケットで月に行こうとするのですが、料理に使うコンロの油を忘れるといううっかりミスをしているんですよ。そのうっかりミスは全然完璧じゃないじゃん。彼女のことに詳しいであろうマリサも相変わらずと言っていますね。さらに、東方3月生ではリリー・ホワイト狩りに行かせた本命輪を忘れて帰るなんてこともありました。二次創作と全くの逆の立場になってんじゃん。また東方地霊記伝では、犯人と疑われて捕まったのにもかかわらず、一番気にしていたことは、妖精メイドがキッチンを荒らしていないか心配するという天然さを見せていますね。このようにいざよい昨夜はクールビューティーなんかではなく、原作ではド天然キャラという二次創作では扱いづらい設定があるんですよ。昨夜というと、レミリアお嬢様を守るためなら、みたいな抜群にイケてる従者なイメージがあったけど違ったんだ。忠誠心は高いですが、そんな重い関係を出した場面はないですね。なんなら東方海飯塚のエンディングではレミリアに毒入りの紅茶を飲ませていました。マジカルだけでなくコミカルだった昨夜さん。ということで次に紹介するのは、小悪魔&大妖精。原作の性格全くの別物だったです。確かに今まで語られてこなかったから、設定用紙など二次創作で確立されてきたんだよな。例えば大妖精ならチルノちゃんのお嫁さんだったり、チルノちゃんの不倫相手だったりするよね。いやもっと他にあるでしょ。彼女たちには名前がなく、原作で表示されるのはドット絵のみであり、イラストもセリフもない。それにもかかわらず、数々の魅力あるキャラがいる東宝で勝ち抜いて、大体50位台をキープしているって考えるとすごいよな。
それだけ二次創作の影響力が凄まじいですね。まず大妖精の特徴といえばサイドテールや服装、薄い羽ですが、ドット絵で分かりづらいにもかかわらず、ここまで完成させられました。立ち絵のないほぼモブキャラにもかかわらずここまでの設定を作り込んだ人はすごいよ。もちろん名前はないので、二次創作での相性としては大ちゃん。二次創作ではチルノやルーミアあたりから言われていますよね。そのため二次創作のイラストは、ゲーム中のドット絵から判別できる要素に基づいて描かれているのです。ちなみに妖精大戦争でも残念ながらスペルカードや立ち絵はなかったんだが、高魔教のドット絵が手直しされ、若干用紙が確認しやすくなったぜ。そして小悪魔も大妖精と同じく一個体を指す名前ではないんです。単に力の弱い悪魔を指す言葉で、ズンさんが言うには悪魔より小さいから小悪魔とのこと。大妖精とは対となる存在になっているな。高魔官の名もなき住人で、赤い髪型が特徴。名前がないので、ファンからはコアと言われることが多いぞ。基本的にたくさんいる雑魚キャラの一人で、会話もなければ立ち絵もないんだぜ。ちなみに書籍東宝3月生にて、図書館で給仕をしている小悪魔らしきキャラが書かれていました。ただ、漫画作品のキャラデザインは絵師さんに任せているのでほぼ二次創作の類ですね。そして二次創作では図書館の司書や、パチュリーの身の回りを世話をしていたりしているのが定番。それでこの子たちの原作での性格設定なんてあったの？これは後々判明されました。判明した場所は2020年に販売された人妖名鑑という設定とイラスト両方わかる書籍のズン氏のコメントから、この二人の性格設定はかなり最近判明したんだ。そう、そして公式では、二人ともいたずら好きで後先を考えない性格となっていたのです。リアルで二次創作とは全くの別物だった。特に大妖精といえば、二次創作ではチルノのお姉さん役として書かれることが多いからかなり異なってますね。おバカなチルノとは対照的なしっかり者であることが多く、無鉄砲なチルノに振り回されたりするというのが定番だよな。しかし原作ではなんといたずら好きで後先を考えない性格という、お姉さんキャラとは程遠い性格だったんですよ。また二次創作の小悪魔に関してはパチュリーの良き女子というのがお決まり。召喚してくれたパチュリーにラブラブなんていうこともあるよな。肝心なパチュリーハマリサのことを思っちゃってるんですが、キャラ設定としては、純粋でいい子だったり、はたまた小悪魔というからには気の強いお姉さん的な立ち位置だったりしますね。原作設定にはないにもかかわらず、東宝人気投票ランキングのコメントでは、一生懸命働いていてで可愛い。のようなコメントがありますね。わかるよ、二次創作と原作が混合しちゃうの。あと髪の長さは分かれていて、単発と長髪派に分かれていますね。ロスワでもこれが使われていて、超フェスのコア派単発になってるんだよ。あと、ロスワの原作に寄せた小悪魔を見るとミディアムヘアだった。へえ、一企業の調査の結果そうだったのなら、本来の髪型は単発が正解な可能性が高そうですね。そしてこの小悪魔に総じて言えることは、に強い。小悪魔が喋るようなことがあったら9割方そうなるでしょう。また小悪魔のデザイン、イラストが可愛いんですよね。どこかセクシーな雰囲気があるところがまた魅力的です。しかし、公式設定ではチルノや三妖精に近い類で本来はエッチな要素は程遠いんですよ。小悪魔というと若干大人な雰囲気があったけど、どちらかというとチルノたち側だったんだ。衝撃の原作と二次創作の設定の違いでしたね。ちなみに皆さんは大妖精と小悪魔どっち派ですか？私はかなこ様派です。かなこ様79位だけど偉大なる6面ボスだから。では続いて紹介する二次創作アンチ設定は、実際のところ白霊霊夢はそこまで貧乏ではないです。でも原作設定でも貧乏設定ってあったんじゃなかったっけ？ややこしいところなんで、それについても詳しく解説していきますね。まず白霊霊夢というキャラクターは白霊神社の巫女さん。単純で裏表のない性格であり、喜怒哀楽が激しい少女ですね。漫画作品では特に喜怒哀楽の激しさが書かれていますよ。物が売れた時は素直に大喜びしていたり、怨霊に襲われそうになったら泣いて困っていたりしています。よくよく考えたらこれもなかなかのアンチ設定だよね。確かに二次創作霊夢というと、ブチギ霊夢などと呼ばれるように、常に怒りをむき出しにしていたり、鬼のように鬼畜な性格の霊夢なんかの時は、常にムスッとしている霊夢がいますが、本来は、泣いたり、笑ったり、驚いたりといろんな一面がありますからね。そんな一緒にいると飽きない人間妖怪を問わず引きつける不思議な雰囲気の持ち主なんですよ。また霊夢は巫女さんなだけあって、信仰者を集めないといけない。しかし、霊さんの住んでいる白霊神社は、参拝者が乏しくお賽銭がほぼ皆無であるという設定があるんですよ。そのため二次創作では霊夢はとんでもない貧乏だという設定になるよね。ご飯は週に1食、主食は雑草、お賽銭がなくて困る、そのため体を張っちゃうなんてことが書かれていることが多いですね。あるある、ご飯のためなら必死になるみたいなね。しかし霊夢は特に貧乏などと言及されたことはない。豪華とは言わなくとも一般的な暮らしはできています。例えば、東宝栄夜賞では八雲ゆかりに報酬を約束していたりしています。このことを前回の科学の
の授業でどのくらいもらっているのか調べてみたところ、霊夢が異変解決をした年は年収分の給料をもらっている年、異変解決がなかった年は無給として、同じ年に解決した場合は1年分の給与にまとめると、10年間に8つの異変を解決しているため、10年間で3200万円、平均年収は320万円となるのです。そして月に直せば月収27万円弱というよくいるサラリーマンと同じくらいになるのですよ。女の子一人暮らしなら十分すぎるぐらい稼いでるじゃないか。よくよく考えたら異変の報酬のこともあるし、意外と稼げているんだね。巫女としてもそれなり頑張っている結果、人里では霊夢がいれば、安心できると言っている人もいるので、信仰者もいることからそれなりに稼げているようですね。そして東宝最新作、東宝10億円の体験版のマリサの会話を見てみると、マリサがおそらくわざと異変に加担するような発言をした時には、あんたでも成敗する、という巫女としての役割を全うにこなそうとする姿が見られますね。高魔教時点ではのんきと書かれるぐらい適当な雰囲気でやっていたがめちゃくちゃ成長したな。このように、二次創作でありがちな働かないから貧乏という設定も少し違うので覚えておきましょう。ちなみに同じ巫女の早苗に関しては、上司の神々のブルーオーシャン戦略がうまくいっていたり、かなこ様が外の世界に戻ってお酒を取ってきたりしているので、非常に裕福でしょう。さすがは北条の神々なだけあるぜ。そういえば、二次創作ではなんで霊夢は貧乏な設定になったんだ？霊夢の貧乏ネタの原因としては、白霊神社は妖怪だらけで人間の参拝客は来ない、そのためお賽銭が少ない、また参拝客を増やすためにいろんな商法を試していること、たまに出る暴言暴行などからでしょうね。なるほど、それがねじ曲がって貧乏という解釈になってしまったということか。参拝客を呼び寄せようと努力するシーンはありますが、それはお金に困っているからではなく、お金が欲しいという純粋な金銭欲から来るものなので、勘違いしやすいところですが覚えておきましょう。でも、二次創作の貧乏設定霊夢もすごくいいんですよ。お金さえ出せば何でもやらせてくれますから。せめて何でもしてくれるにしろよ。いやそれもおかしくない？ということで次の二次創作アンチ設定は、アリス・マーガトロイド・ワインキャヤンデレキャラのアンチ設定についてです。だってアリスはあまりにもいろんな顔がありすぎて、何が正しいのかわからなくなるんだよ。そう、二次創作での設定としては、友達のいない嫉妬深いキャラ、薬に手を出すほど豆腐メンタルなキャラ、霊夢やマリサあたりに対してツンデレなキャラ、家庭的で素敵なお姉さんなキャラ、過保護な母親新規に反発する反抗期の娘キャラ、マリサが大好きな変態オアヤンデレなキャラ、といったようなたくさんの設定があるんですよ。二次創作者によって非常に多様なキャラ設定が付けられているよね。特に前回紹介した、勘違いしやすい授業で言った通り、マリサが大好きな変態オアヤンデレなキャラはパチュリーともども原作設定と誤解されやすいところです。しかし、原作アリスは陰キャでもメンヘラでも全くない。むしろメンタル強の、超陽キャなんですよ。メンタルに関しては、旧作の頃から非常に好戦的。ヨーヨームではマリサのやりとりで、冗談ではあるけど都会派魔法使いよ、とも言っているんですよ。二次創作では、基本おしとやかだから、好戦的なことはないし、そういう冗談は言わないよな。東方3月生では三妖精を家に入れてあげたりしている場面が見られますね。しかもクッキーや紅茶を入れてあげたりと交流度も高いから、確かに性格は安定しているよね。このことから二次創作の家庭的なキャラというのは合っていますね。ただし陰キャというのは全く違う。東方部門式によると、人里で人形劇を披露してあげたりと人前に積極的に出ることができて、交流度が高い。しかも、出現範囲は幻想郷全体とされていて、いろんなところに足を運んでいるらしく、家に常に引きこもることなんていうのはあまりないようですね。二次創作派も楽だったかもしれねえ。アリスって幻想郷全体を活動するぐらい活動範囲広いんだ。このように、アリスは陰キャでも豆腐メンタルでもないので、二次創作のヤンデレちゃんとは別物だと間違えないようにしておきましょう。そういえば、何かの書籍で藁人形で釘を打ちつけるなんて恐ろしい行為もありましたね。それは二次創作ではなく原作設定です。それではラストに紹介するのは、フランドール・スカーレットいろいろなアンチ設定です。何度かちょいちょい語ってきたけどついに決着をつけると。もう二次創作で幽閉設定は、コンティニューできないのさ。まず二次創作のフランドール・スカーレットはどんな感じか教えてよ。二次創作のフランドールというと小明寺家の妹小石ちゃんと揃って無邪気な可愛いキャラだったりが多いですね。はたまたメンヘラちゃんみたいなもうみんなの憧れみたいなキャラもいるよな。二次創作のメンヘラは神ですからね。性格は二次創作もある程度原作に似ているんですよ。原作フランドールもまさかの破壊が大好きというビルス様顔負けの狂気的な考えをお持ちですね。誰も倒せない同盟の同盟長である東鉄ユーマを倒してほしいとまだら沖縄から依頼された時、飛び跳ねるぐらい喜ぶという妖怪らしい異常さを見せていました。書籍、東方地霊記伝でも作るより片付ける方が楽しいという考えを持っていると語られていますね。ただここでわかるのは、考えなしに破壊するようなサイコパスな考えはないということ。確かに自分の意志があって動いているって感じだな。なので感情が常時不安定なんてことはない。むしろ冷静に物事を考える様子があります。
東方地霊記伝では昨夜とも笑い合っていたりしていたよね。なので、二次創作では感情のない化け物みたいなフランドールもありますが、特にそんなことはないので気をつけてください。もちろん作者も知っていて、二次創作らしく書いているだけだからそこも頭に入れておこう。一部ではそういう恐怖すぎるフランが好きな人もいるようですね。そしてフランドールスカーレットは二次創作では幽閉されているというのが定番だったのですが、これは最近原作で完全に否定されました。確かにフランドールはコウマ館の地下にいたという設定があるんですよ。しかしこれは特に幽閉されていたわけでないと、東方地霊記伝でわかりやすく説明されていました。昨夜が事件の犯人と疑われた時に、地下牢になぜおとなしく閉じこもっていたのですかと聞くと、フランドールが、閉じこもっていたわけではないわ。ここが日光も当たらないし、食事も何でも持ってきてくれるし、居心地が良かったからだけだもの。そもそも破壊できるから、閉じ込めることなんて無理でしょと、回答していますね。わかりやすいほどの答えが出たな。このことからフランドールは捕まっていたわけではなく、自分の意思で地下牢に住んでいたことがわかります。吸血鬼はやはり、暗い場所の方が好むから普通なんだよね。逆にレミリアがかなり変わっていて、普通に外に出たり、パーティーを開いたりしているので、姉の方が変わり者なのでしょう。しかし、先ほどのフランの会話を聞くところ、何でも持ってきてくれるとのことからレミリアがそう指示していることがわかりますね。昨夜はそのことについて知らなかったようだし、指示者は姉のレミリアになりそうだぜ。とてもいい姉妹関係ですよ。またレミリアとは違って自分の意思で、一人でも自分の好きなところで暮らしているところ、メンタル面も強いことがわかるので、ヤンデレ、メンヘラというのも否定されますね。確かに、孤独を楽しめることができるなんてメンタルが強い人じゃないと無理だもんな。このように、原作と二次創作では全くの逆設定も存在するので勘違いしないようにしましょう。ただし、マリサさんも言った通り、二次創作者も承知の上で二次創作らしく要素を使っているのでその辺も理解して東方原作と二次創作を楽しむようにしてくださいね。レイム部長との約束ですよ。レイム部長に関してハレイムとは全くの別人だしね。ちなみに私はレイさんが好きでコスプレしているだけなのであしからず。素顔は誰になんだっけ？エマ・ワトソンです。いや盛りに盛りすぎやろ。さて、以上が原作のアンチ二次創作設定でした。二次創作と原作設定は似ているようで全くの別物だったことが驚きだったよ。だからこそ東方プロジェクトはいろんな角度から楽しめるので素晴らしいところですよ。視聴者さんの驚いた原作設定があれば教えてくださいね。また東方原作と二次創作の勘違いしやすい設定や、原作が扱う驚愕のネタキャラなんかも紹介しているのでぜひ見に行ってみてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。